中学校の時、私のこといじめてたよね。娘の美咲がそう言ったのは、6歳の誕生日の翌日だった。心臓が止まるほどの衝撃だった。教室でね、私の机に裏切り者って書いたでしょ。ママ、泣いてる私を見て笑ってたよね。小さな声。でもその語調には怒りでも悲しみでもない、思い出してほしいという妙に冷静な静けさがあった。中学2年の時、仲良しだったゆかを裏切り者と決めつけ、無視して陰湿ないじめを繰り返していた。一緒に帰っていた男子が私の好きな人だった。それだけの理由でゆかはある日を境に学校に来なくなった。誰も何も言わなかったし、私は都合よく記憶に蓋をしていた。でもね、今は優しいから大丈夫。美咲はそう微笑んだ。でもその笑顔がどこか怖かった。その夜からだった。夢の中であの教室に閉じ込められるようになったのは、机と椅子がバラバラに倒れた薄暗い教室。ごめんねって言ってよ。気づくと私の手には白いチョークが握られていた。勝手に腕が動き出し、黒板に裏切り者と書かされる。教室の隅には血の滲んだ制服姿の女子生徒が立っていた。目が合いそうで追わない。でも泣き声だけはずっと耳元で囁かれていた。痛いよ。ずっと痛かった。叫ぼうとしても声が出ない。その時、背後から今度は私の番だからね。目を覚ますとシーツは汗で濡れていた。それから美咲の日常の様子が少しずつ異変を見せ始めた。ある朝、洗面所で歯磨きをしていると、隣にいた美咲が鏡の前でじっと立ち尽くしていた。歯ブラシを持ったまま目だけを鏡の中の自分に向けて動かない。どうしたの？私がそう声をかけても美咲は答えなかった。ただ鏡越しに誰かと会話しているような口の動きだけが静かに続いていた。数秒して美咲がぽつりとつぶやいた。わかった。ママには言わない。私はゾッとした。誰と話しているの？でもそれ以上を聞く勇気は出なかった。それから美咲の言葉遣いや態度も徐々に変わっていった。ふとした瞬間にまるで別人のような口調で話すようになった。ママって本当に自分勝手だよね。人を傷つけても謝らなかったでしょ。6歳の子供が言うにはあまりにも大人びていて鋭い言葉だった。どこでそんなことを覚えたの？と尋ねると美咲はニコッと笑ってこう答えた。だってママのこと全部知ってるもん。その声は美咲のものにしては少し低く、どこか別人のように聞こえた。ある日、公園の帰り道、手をつないでいたはずの美咲が不意にその手を振りほどいて道路へ駆け出した。待って、美咲。振り返った美咲の瞳は確かにあの時と同じだった。中学の時、私を見上げたゆかの潤んだ目、トラックのクラクションが響く。私は瞬間的に美咲を突き飛ばした。鈍い音がして私は地面に倒れ込んだ。頭がクラクラする。意識が遠のいていく。でも泣き叫ぶ美咲の声がかすかに聞こえた。ママ。病院のベッドで目を覚ました時、隣には美咲が座っていた。でも何かが違った。ママ、大丈夫？頭ぶつけちゃったんだよ。びっくりしたよ。あの冷たい目も寂しげな微笑みもなかった。ただ無邪気な6歳の娘がそこにいた。ねえ、ママ、なんで泣いてるの？それは許しだったのか、それとも罰だったのか。本当によかったよ。本当に。